もうちょっとこうマニアックに突っ込むと、さっきの川口先生の話聞いて逆にこう聞いてみようかなと思ったのは、こう教材研究って何ですかって聞かれたら、先生が岩田先生含めなんて答えるのかなと思って、とても具体的に言うと、これ映ってるのかな、小学校4年生の台形の面積を求めるっていう小学校算数単元だとしたら、こう教科書だとこう半分に切ってとか2倍にしてとかこういくつか出てくるんですけど、でこれある授業研究のサークルで指導案検討し、まだこれから授業する指導案検討の時に、じゃあ、補助線をこう引いていくっていう発問をするってしたんですよね。1本でいいからと。でこう真ん中に引いてもいいし、こう斜めにこう2本引いてもいいしと。でその時に議論したのは、一番数学的に美しい一本線どこに引くって言われたらどこに引きますかと。どこに引きます？それは数学的に正しいのかどうか分かりませんが、小学校の先生。私ですか。どこ引きますか？私だったらこうやって大角で引くかな、こんな感じ。美しさの基準が人それぞれなので、そうですね、これが合ってるかどうかが分からないんですけれども。木村先生ここに引きましたが、すみません、僕赤ペンとか持ってくれよ。そこで出たのはこう数学的に正しいかどうかは分からないですけど、ちょっと二重線にしましたが、ここに引くと。こっち二重線で引いてるここの線です。これ意味わかります？いや、わからないです。これが美しさがわからない。こう移行するんですよね。そういうの。それがいわゆるこう上底プラス過程かける高さ割る2なんですよね。でこれは数教教的な捉え方だと思うんですけど、でこれはなぜするのかなんです。でそのサークルでこの検討をするのは子ども理解のためです。小学校4年生がこれ言うわけないです。言うわけないですけど、もし言ったらどうするのかと。先生こう引いたと、お前何言っとんだってなったら、その一言でその子どもを授業で排除しますよね。教材研究はなぜするのかは、子ども理解のためにするのだ。多分これは社会科の場合は特になんですけど、やっぱ子ども理解はまずあると思います。もちろんなんて子どもが置かれている状況を見たりとか、例えばその日常的なその日々生きていることが教材研究っていう時って、もちろん子どもが生きてる社会がどういうものなのかとか、それを通して何を分かりそうか、例えばスーパーマーケット行ってみて子どもの視点から見てみるとかはまずその教材研究としてあると思うんですけど、それ以上にという言い方するとちょっと語弊があると思うんですけど、それと同じぐらいやっぱり大事なのは、やっぱりその例えばじゃあ、社会科の場合だと多分教科書とか指導要領に載ってるものっていうものがなんかどういう意味を持つのか、社会的な学問的な意味っていうのを探っていくっていうのもすごく重要ですし、あるいはそのトピックよりももっと大事なものが今社会であるんじゃないかみたいな、こう例えば、社会の先生だとおそらくコロナがバッてなった時とか、例えばこの間のアメリカの議事堂とかの事件があった時に、これはやっぱり今やることより大事だとかってなったりとかすると思うんですけど、なる瞬間っていうのはあると思うんですけど、そういうものも全部教材研究の中に入ってくるんで、やっぱ子ども理解だけじゃなくて、やっぱ社会理解だったりとか、学術的な意味を持つものだったりとかっていうのになってくると、もう生きてることそのものが、なんか教材研究なんですよね。ちょっと病気っぽいですけど。いやよくわかります。岩田先生、ちなみにこの議論だとどうなりますか？いやありがとうございます、吉田先生。教材研究をするって非常に難しくて、一応対価教育の文脈で話させていただくんですけど、リアルな子どもの実践の中での研究ってなかなかやっぱ現場に行かないとできないので、そうなった時にじゃあ何を前提とするかって時に、やっぱり体育ではもともとある運動遊びとかスポーツっていう素材があるんですよね。でその素材をどう改変したらそれが体育授業の中での教具とか教材になるのか、教材研究イコール教材化っていうところになると思うんですけど、そこをやっぱり教えないといけなくて、例えば開脚跳びを教えなさいってなった時に、やっぱり学生たちは開脚跳びのポイントをですね、本とかインターネットで調べて、ポイントは3点ありますっていうのをただ単純に教えてしまうんですよね。でそれが本当に小学生中学生に必要なポイントなのかとか、それが全くできない子、あるいはもう少しでできそうな子にとって必要なポイントなのかとか、あるいは
なぜ開脚跳びをしないといけないのかっていう体育原理とか体育哲学っていうところを、問うてあげないと考えないんですよね。そういった意味で、その教材化っていうプロセスを通して子ども理解にいかに結びつけてあげるのかっていうところを研究させないといけないっていうところを私としては教えてはいるんですけども、なかなかこの教材研究が深まるっていう、その深まるレベルっていうのがですね、教員養成でどこまですればいいのかっていうところが、そこに今私自身も悩みがあって、今本当吉田先生に問われて、もう一度そこの点は私の中でも整理していかないといけないなっていうところは考えてはいます。はい。ありがとうございます。今先生方々の話聞きながら、子どものためのっていう表現がよく出たと思うんですけれども、それがかなり違うなと思いました。そしてそれがまさに授業研究の意義ともつながるなと個人的には思っていまして、子どものためっていうことは教師個々人が各々持っているものだと思うんですよね。でそれが授業として現れる。でその授業を研究することの意味はまさに自分の教育観を再生させすることにもなることにつながるかなと思いました。で結局授業というのはやはり今言いながら改めて感じたんですけれども、やはり私は個人的には教師の中にある教育観の表れ、実践として見てるなと。でその実践が子どもにどのような意義があるのかということを一緒に考えること、これがまさに授業研究だなと。でそのところで吉田先生のところとの接続ができるんじゃないかなと。やはり子どもにとって意味があることかどうかを考えるためには、その子どもがどのような状況にあるのか、子どもの社会を知らないといけないんですよね。でそこまで踏まえて研究することの意義っていうのが、ここで接続できるんじゃないかなと個人的には考えたんですけれども、いかがでしょうか。いや全くおっしゃっていただいている通りだと思う。本で言うとその黒と黄色の日本の授業研究取っていただいていいですか。はい、で巷ではこのカラーリングから爬虫類系と言われている上下巻なんですが、レッスンスタディインジャパンっていう英語の本を出す前にまず日本語で出そうっていうので上下巻で、これは学文社から出したんですけど、中野先生の文章があります。でそこに書いてある日本語は、日本の授業研究は単なる教師集団による授業改善の方法ではないと。日本の授業研究には教師の教育者としての専門職としての倫理が横たわっている。それは子どもたちと社会に責任を取ってより良い教育実践の方法を研究する教師と大学の研究者による運動である。で全くその通り。それが3月に、開かれるエブリの会議になるので、ぜひ関心のある方は申し込んでください。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。1月28日に会いましょうね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。